俺が行く。行くぞブレザー。会社にですね、お知らせというか、連絡が来まして、次の新しいウルトラマンに、出ませんかという話ではなく、オーディションというかその面談があるので、もし興味がありましたら行かれますかっていうふうに聞かれたのがきっかけで、最初どうしようかなって思ったんですよ。ウルトラマン、自分の年齢といいますか、そのね、特撮の例えばそういった主人公の方っていうのは基本的にはその若い方が選ばれるというのが傾向としてありがちな中、どういう経緯で声をかけてきたのかなっていうところに疑問があって、一度ではその監督と、プロデューサーさんたちとお話をさせていただく面談という形でスタジオの方に伺ったんですけども、で台本は事前になんかこういった流れですっていう、プロットといいますか、今思い返すと1話の台本だったんですけど、一通りこう読んで、確かにこの台本はウルトラマンらしくない、リアルというよりかはリアリティの高い何か台本だなと思ったのが第一印象で、実際にスタジオに行って、面談するかなと思いきやオーディションだったんですよね。僕知らなくて、だからセリフあまりこううろ覚えの状態でやって、田口監督とあとはプロデューサーさんたちがいらっしゃって、そのウルトラマンに対するその自分の今まで抱いていたイメージというものと、ライダーで経験してきたことを僕はこのもし次のウルトラマンというものに全力で皆さんが挑むようであれば、僕はこの経験を生かして新しいウルトラマンの方で全力で戦います。なのでご縁があったらよろしくお願いしますということで、その面談という名のオーディションは終わって、でそれで出演が決まったという話ですね。ウルトラマンやる前に仮面ライダーの出演されてたと思うんですけど、ウルトラマンやりたいなっていうのはどこかで思っていますか？いや、もう僕はどっちかというともうライダーで終わるかなって思ってました。特撮っていうジャンルで言えば、そういう話は来ないかなと思ってはいたんですが、ここに来てお話が来たので、新しいウルトラマン、僕この時は名前は知らされてなかったんですよ。ブレイザーで知らされてなくて、新しいウルトラマンでやりたいことは今までにない新しいものを作りたいっていうふうにもう田口さんがおっしゃってて、今までになく新しいウルトラマン、何かしら積み上げてきたウルトラマンの歴史というか、今までなかったような、いわゆる設定というものを完全にぶち壊しにいきたいっていうような、なんかそんな気持ちを感じたので、やらせていただきたいですっていうことで、決まって、今に至ると言いますか。はい、僕自身もまだ子供がいない状態ではあるんですが、これを機に、私が結婚していることを発表させていただいた。独身の状態で、もしくは皆様、世間の皆様に公表していない状態で子供がいて家庭を持っているっていう父親の役をやるには説得力が欠けると思ったんですね。発表させていただくことに関しては完全にブレザーに星で射抜かれたって感じなんですけど、自分が、このタイミングで、発表させていただいて、見る方にとって説得力のあるものにしたかった。仮にだってこの人調べたら独身だけどなんかお父さんのような顔してるじゃんっていうふうにやっぱ見られたくなかった。自分の私生活から玄東の方に寄っていかないとこれはダメだなっていう判断から、そういった発表をさせていただいたという感じですね。皆さんが彼についてどういうふうに思われてるか、イメージが様々あると思うんですけど、僕の中で彼が悪役だったってことは、悪者だっていう認識はあまりなくて、彼は彼の正義をそのまま貫いた。そして人間は人間の正義を貫いた。だから最終決戦で負けた。だから人間に託すっていうのが彼らしさ。その最後は人間に託すっていう選択をした。なので自分が悪者だと思っていない。で、片や、ブレザーの方では、ゲンと、自分が演じましたが、
自分は特に難しかったっていう、そのお芝居をすることが難しかったっていうことよりかは、彼と意思疎通が取れなかったっていうことがやはり一番難しいところだったかなっていう。で、エピソードは2つありますが、ブレイザーって言葉が通じないということは、この中で動いていらっしゃるいわゆるアクターさんと言われる方と僕はコミュニケーションを取らなかったんです。その撮影現場に行った時に「おはようございます」「今日もよろしくお願いします」とかっていう普通の日常会話をしていたら成立しないと思ったんで、全25話ある中で行くぞブレイザーがおそらく12話だと思うんですけど、そこまで一切話してません。だからそれぐらいやらないと、この謎の巨人が意思疎通取れない状態なのに、自分が現実世界で意思疎通取れてたらおかしいじゃないですかっていう、僕の中で矛盾が生まれてしまうので、それは意図的にやりました。あとで撮影現場で難しかったといえば、息子の潤、僕のことを最終的にゲントパパと呼ばせたいという目標があったんですね。空間的には仮想になってしまう。だけどそれをどのようにして物語を紡いでいくかっていうのが僕らの勝負なので、潤を最初から僕は子供扱いしてないんです。最初からお会いしたその初日から子供扱いしてない。あくまで一人の男として話をしてるんです。すると最終的に途中からゲントパパって呼ぶようになったんですよ。勝ったなと思いましたね。それはだから僕はそれで一つ目標を達成したというか、大人はいろいろとね情報があるから心の整理とか準備っていうのはつくとは思うんですけど、やはり潤に対してはね、日常で起こること全てが新しく感じてしまうので、俺は一人の男としてやはり接する。もちろん聡子も一緒です。初日から会った時に「ごめんなさいね」って、僕はもうあなたのことを最初から聡子潤で呼びますからねっていう断りを入れてからずっと最終巻まで突っ走ってるんで、そこまでしないと自分がゲントでいられなかったっていう、少し大変だったというよりかは、そうやっといてよかったなっていう、思い出の話になっちゃいましたね。ちょっと生死に関わる話しても大丈夫ですか？先ほどお話ししたんですけど、お互いの正義を貫いた結果、彼はリミットが来て人間側に託します。それが最終日だったんですよ、撮影の。その1週間後か2週間後ぐらい、1ヶ月じゃないと思うんですけど、打ち上げがあったんですね。で打ち上げの時まで引きずってたんですよ。いないんで、ということは自分もいないんですよ、この世にっていう思考回路から、打ち上げの時にブレイザーの映画にも出てくださった飯田喜助さんと、当時のマネージャーが僕の挨拶一人一人壇上でね挨拶をするんです。皆さん今日はどうもありがとうございましたという挨拶をする、お疲れ様でしたって挨拶するんですけど、僕が言ったのが、こうです。僕は俺はなぜ今ここに立って生きているのかわからないって言ったんです。それを見た喜助さん、飯田さんと当時のマネージャーが「やべえ俳優」っていう話になったのは後から聞いたんですけど、だからそれぐらい自分がなぜ今この世界で生きているかわからないぐらいの、作品に出会わせていただいたというか。一番思い入れがある。そうですね、やっぱここで自分が真剣にというか、周りですよ、やっぱ周りの環境が、スタッフさんだったりキャストが作り出してくれたその空間に自分も一緒にいることができた。彼らがやはり高め合ってくれたおかげで今の自分があるので。10周年の企画ありますか？やりましょう。いや、どうですか皆さん、10周年のイベントもしあるよって言ったらみんな応援してくれるんですか？本当ですか？いや、あるのであればそれはやりたいですけど、皆さんがね今も覚えてくれているかどうかはちょっとわからないんで、たくさんね声を上げてくれたら、もしかしたらねどっかの会社さんがやるかもしれないんで、そこよろしくお願いします。